今回の深掘り旅は、時の鐘から時の鐘に行きます。解説役は、僕、スクッチです。聞き役は、僕、やっち。それでは、旅ロボの深掘り旅、スタートです。旅ロボの、深掘り旅。やってきたのは、埼玉県川越市にある時の鐘。川越は時の鐘だけでなく、蔵造りの街並みや、菓子屋横丁が有名で、小江戸と呼ばれたりします。そんな川越にある時の鐘ですが、実は他のところにもあるのを知っていますか？時の鐘は、時を知らせる鐘だろうから、探せばたくさんあるんじゃないかな？その通り、探せば日本各地にあると思います。でも、今回は川越の時の鐘にとって、特別な時の鐘があるところに行きます。川越の時の鐘は、寛永4年から11年、1627年から1634年の間に、現在の場所に建てられたものが最初と言われています。現在の鐘楼は、明治26年、1893年に起きた川越大火の翌年に再建されたものだそうです。出発は正午。川越の時の鐘は、6時、12時、15時、18時になります。12時の鐘を聞いたら、出発です。音量を上げてもう一度。それでは、出発しましょう。川越は、スターバックスも和風なんだね。古い街並みを残すために、規制がありそうですよね。ここからの移動は、少し急ぐ必要があります。川越駅に向かいますが、Google マップによると徒歩31分だそうです。電車の時間は12時45分。鐘付き通りで、時の鐘が鳴るのを聞いて、急いで次の時の鐘に向かうんだね。バスも通っていますが、時間が読めないので、徒歩で駅まで行くことにします。大手町交差点を右に曲がります。城下町という感じがする交差点名ですね。ここを通る理由は、川越街道だからです。最短ルートではありませんが、川越街道を通って川越駅に向かいます。移動してる間に、川越について深掘りします。川越は、城下町として有名です。お城の跡を巡りながら、解説しようと思います。川越があるのは、地図の赤丸のところです。新宿からだと、西武線を使って最短で約44分の距離。川越は宿場町でもあり、城下町でもあります。川越駅に向かう途中の川越街道に、それがわかる道の構造が残っています。ここの道は、不自然に曲がっています。これは、宿場の入り口のところにあったって言われてる、鍵の手みたいな感じがするね。鍵の手で合ってるようです。旧江戸町の日にある解説には、江戸町は、川越城西大手門より、鍵の手までを指すと書いてあります。江戸に行くための起点だから、江戸街道と呼ばれ、町の繁栄とともに江戸町と言われるようになったそうです。道路が2回直角に曲がる城下町特有の鍵の手跡、とも書いてあります。知らなかったら、見通しの悪い道としか思わないよね。危ないからまっすぐにしてほしいと思うけど、歴史的なことを知ると、残した方がいいように思えてくる。鍵の手と思われる構造のところは、もう一箇所ありました。鍵の手は、宿場町や城下町の入り口を示す意味と、防衛上の理由がありました。鍵の手があることで、見通しが悪くなります。そうすることで、侵入しにくくしています。曲がった先に敵がいたり、何か仕掛けられたりする可能性を考えて、一気に進むことができなくなるからだと思います。宿場の出入り口に見つけっていう防衛施設があるのも、宿場の防衛のためって言われてるよね。古くからある町のこういう道は、江戸時代か、それより前からある道なのかもしれないね。ここには解説がないから、ここも鍵の手なのかは不明です。そんな川越にある、川越街道の終点には、旧本町の碑があります。本町は川越城の西大手の本通りだそうです。考察場があったところでもあり、札の辻と呼ばれ、道路元標の起点にもなっていたとのことです。道路元標は、東海道53次の宿場巡りの、品川宿の動画で解説したやつだね。川越街道の終点ですから、ここにあってもおかしくないですよね。ここは、川越市役所がある交差点。
市役所の前に、像があるので行ってみます。像の前には石碑。ここは川越城大手門跡だそうです。大手門は、城の正面にある門のこと。この辺に川越城の正門があったという感じですね。そして、大手門跡の石碑の奥にいるこの人物は、川越城を築いた太田道灌でした。ここにも書いてある通り、江戸城を築いたのも太田道灌。江戸城については、御殿場の名前の謎の動画で触れています。像の近くには、川越城の図がありました。川越は、川越街道の宿場町で、川越城の城下町でもあるので、歴史を感じながら観光するには、いいところだと思います。旧東海道の4番目の宿場、保土ヶ谷宿までと比べると、川越の方が宿場町って雰囲気がありそうだね。古い町並みが残ってますからね。そんな川越は小江戸と呼ばれていますが、他にも小江戸と呼ばれるところがあるようです。栃木県栃木市、千葉県香取市、旧佐原市も小江戸と呼ばれてるそうです。江戸との舟運で栄え、江戸情緒を残す蔵造りの町並みと、江戸天下祭りの影響を受けた出し祭りがあることが理由みたいです。江戸天下祭りとは、比叡神社の山王祭り、神田神社、神田明神の神田祭り、根津神社の根津祭りのこと。天下祭りとしての根津祭りの開催は1回だけで、基本的には山王祭りと神田祭りが、江戸天下祭りだったようです。山王祭りと神田祭りは、それぞれ2年に1回、交互に行われていました。天下祭りは、行列が江戸城内に入ることを許された者だけに関されました。将軍も江戸城内で祭りを見てたそうです。そんな天下祭りに強く影響を受けて発展したのが、川越祭りです。川越祭りは、川越氷川祭りの出し行事として、平成17年、2005年に国指定重要無形民族文化財になりました。平成28年、2016年に、ユネスコ無形文化遺産、山、鉾、屋台行事にも登録されました。川越駅に到着しました。ここで12時45分の電車に乗り遅れたら、今回の計画が終わります。川越駅は、JR と東武鉄道があります。今回は JR を使います。間に合いました。川越線の新木場行きに乗ります。次の駅まで撮影しなかったので、少しだけ川越城の解説に戻ります。川越城の本丸御殿に向かっていますが、途中に堀跡が残っていました。川越城の施設や建物の多くは、明治以降に取り壊されてるので、この堀跡が残ってるのは貴重なことだと思います。到着したのは大宮駅。ここで乗り換えます。川越駅と大宮駅の位置関係はこんな感じです。青い線が通ってきたルートです。新幹線？そうです。大宮駅で新幹線に乗り換えます。在来線でも行くことができますが、ある時間に間に合わないので、新幹線を使います。東北、山形、秋田、北海道新幹線の下りです。在来線でも行けるってことは、北海道じゃないよね？この時点で、北海道は候補から外れますね。このまま新幹線で北海道に行くのも面白そうだけど、大宮駅から函館北斗駅まで4時間くらいかかるからね。今回の目的地が北海道だったら、飛行機を使いますよね。新幹線の中で、お昼のエネルギー補給。川越城の南大手門跡の石碑もありますが、川越第一小学校の敷地内なので、諦めて本丸御殿に向かいます。川越城を築いた人物として太田道灌の像がありましたが、親の太田忠政と一緒に築いたようです。でも、今残ってる本丸御殿は、太田親子が作ったものではないみたいです。本丸御殿は、鷹狩りに出かけた将軍の宿泊所として使われていました。三代将軍の徳川家光が訪れた後は、利用がなかったため、本丸御殿は取り壊されたようです。幕末には、二の丸御殿が消失。その後、長らく更地だった本丸に、御殿が建てられたということです。その御殿が、今残ってる本丸御殿。ここは、川越城の田車門跡。この近くに、富士見櫓がありました。櫓は櫓とも書いて、合戦の時に物見や防戦の足場として使われていました。川越城は天守閣がなく、一番高いところにあった富士見櫓が、天守閣の代わりだったかもしれないそうです。
富士宮倉は、長さが8間3尺、約15メートル、横が8間、約14メートルあったと記されてるみたいです。長さと横の違いがいまいちわかりませんが、どんな形だったかわからないから、いまいちよくわからないね。長禄元年、1457年に築城された川越城は、明治維新後に、堀は埋められ、土塁は壊されてしまいました。現在残ってるのは、この富士宮倉跡と、本丸御殿の一部だそうです。多分、富士山はこっちの方向だと思います。霞んでて見えないけど、天気によっては見えることがあるのかな？ここで富士山が見えたら、少し感動しますね。間もなく新白河駅に到着します。新白河駅は、福島県にある駅です。新白河駅に到着しました。駅の外に出るってことは、この辺に時の鐘があるの？時の鐘はまだ先です。まず、新白河駅の場所を確認しましょう。新白河駅は、福島県西白河郡西郷村にあります。福島県の南の方にあって、隣が白河市です。東北本線で一駅先の白河駅は、白河市にあります。川越駅から電車で移動してきた距離は、171.2km だそうです。地図上に青い線で示してあります。ここからはバスで移動します。バスは1時間に1本程度、乗り換えに30分くらいありますが、油断して乗り遅れたら大変です。無事に乗ることができました。ここからはバスの旅です。川越は、東安瀬発祥の地と言われています。小学校のところにあった南大手門を通って、ここにあった田車門をくぐり、三好の神社へお参りに、本当に東安瀬の歌発祥の地って書いてあるね。発祥の地には小田原説もあるので、いろいろ調べてみると、面白いかもしれませんね。目的の本丸御殿に着きました。本丸御殿が現存してる城は、2つしかないそうです。高知城と、この川越城です。高知城は本丸御殿が全部残ってて、川越城は一部が残っています。御殿が残ってる城は4つあって、高知城と川越城に加えて、二の丸御殿が残ってる二条城と掛川城です。高知城は、天守閣と本丸御殿が残ってる唯一の城だそうです。ちなみに、名古屋城や熊本城の本丸御殿は、復元された御殿みたいです。東海道53次の26番目の宿場が掛川宿だから、その時に掛川城は深掘りすることになるかもね。楽しみですね。御殿が残ってる城がここまで少ない理由は、明治6年、1873年の廃城令が関係してるようです。廃城令によって、藩が所有してた城は、兵部省の財産になりました。兵部省は、後の陸軍省だそうです。軍が主導して残す城を決めたため、軍事的に重要ではない大半の城が取り壊されてしまいました。川越城も大部分は取り壊されましたが、本丸御殿の一部は、県の庁舎として使うことになったそうです。築城から20年という築浅物件だったことが、関係してると言われてるみたいです。川越城の本丸御殿は、中を見学することもできます。令和6年、2024年6月時点で、一般が100円、高校生大学生が50円、中学生以下が無料となっています。ちょっと心配になるくらい安いね。観光地価格になってないってことは、見学する人はそんなに多くないのかな？時の鐘のあたりは人がたくさんいましたが、本丸御殿の近くはあまり人がいませんでした。僕たちも見学することを考えましたが、電車の時間に間に合わなそうだったので、諦めました。この先は、川越から離れて、目的地に向かいながら深掘りしていこうと思います。不思議な細い道を通ってるね。普通の道を通っていくのかと思ったら、途中からバス1台がやっと通れる感じの道に入りました。調べたところ、ここはバス専用道だそうです。もともと、ここには鉄道が通っていました。大正5年、1916年、八方鉄道として開業。白川町駅から岩北名倉駅までの 23.3km でした。昭和7年、1932年、水郡線が岩北名倉駅まで延伸。そのことで、運賃の関係上、貨物輸送を国鉄に奪われ、経営不振に陥りました。昭和13年、1938年、政府が借り上げ、
白鳳線になりました。昭和16年、1941年に国有化。昭和19年、1944年に全線休止になり、代行バスの運行が開始されました。線路だったところをバス専用道路にして、現在まで運行が続いてるということみたいです。バス専用道路は2カ所あって、それ以外のところは普通の道路を走っています。そのうちの1カ所、今走ってるところは、令和6年、2024年7月1日に廃止されます。バス専用道路の老朽化が理由で、並行する国道289号線にルートを変更するということです。廃止になるのは、三森から表郷庁舎前の区間。そのルート上にある高木、柳森、表郷庁舎前バス停は、国道289号線に移動になるそうです。老朽化が理由ってことは、直すコストを支払うのが難しいってことだよね。そうだと思います。ということは、もう一箇所のバス専用道路も、いつか廃止になるのかな？その可能性はありそうですね。どうなるかはわかりませんが、通ってみたいなら、早めに行った方が良さそうですね。バスを降りたのは、棚倉小学校バス停です。ここから少し歩きます。この場所は、福島県東白川郡棚倉町。さっきのバス停は棚倉小学校でしたが、学校名は棚倉町立棚倉小学校みたいです。白鳳線で出てきた岩木棚倉駅は、岩木棚倉駅です。なのか、なのか、ややこしいね。この道は川越街道でもあったように、鍵の手になっているようです。そして、道が曲がるところにあるのが、時の鐘です。川越の時の鐘を出発したのが12時、今がちょうど16時なので、4時間かかりました。川越駅から棚倉町までのルートはこんな感じです。バスのルートはよくわからないので、直線距離で線を引いてあります。今回の目的地は、福島県東白川郡棚倉町にある、時の鐘でした。この時の鐘は、川越の時の鐘と関係があります。棚倉も、川越と同じように城下町でした。棚倉にあったのは棚倉城で、別名、亀ヶ城とも呼ばれたそうです。福島県山郡猪苗代町にある猪苗代城も亀ヶ城という別名があるみたいです。猪苗代城は小さい池、棚倉城は大きい池になっていました。棚倉の時の鐘のところには、歴代の藩主についての説明があります。ここに来るだけで、棚倉の歴史について、ある程度知ることができます。ここにも太田道館の名前が出てくるのが興味深いところです。ということは、川越と棚倉は、太田道館つながりがあることは、ここに来て初めて知りました。じゃあ、別のつながりがあるの？実は、川越市と棚倉町は、姉妹友好都市になっています。昭和47年、1972年、川越市と棚倉町は、友好都市盟約を締結しました。それに関係するのが、川越城と棚倉城です。元治元年、1864年、松平康秀が棚倉城の城主になりました。松平康秀は、棚倉藩の16代藩主で、棚倉城の15代城主みたいです。慶応2年、1866年に、松平康秀は川越藩に移りました。棚倉町のサイトには、15代棚倉城主松平周防守康秀公が、川越城主になったことが縁と書いてあります。川越市のサイトでは、古く川越藩、棚倉藩の藩主に、松平周防守をいただきとなっています。そのような歴史的経緯があって、川越市と棚倉町は姉妹友好都市になったそうです。棚倉町の時の鐘は、川越市の時の鐘を模したもので、平成15年、2003年に作られたそうです。棚倉町の時の鐘は、8時、10時、15時、17時、19時になります。時間を気にしてたのは、このためです。17時の鐘まで時間があるので、棚倉城跡を見に行きます。この大きな木は、千勝明神のご神木です。千勝明神は、現在の馬場筒小分神社だそうです。棚倉城があったところには、かつて千勝明神がありました。寛永2年、1625年、千勝明神を遷宮して、棚倉城が築城されました。築城したのは、元和8年、1622年に棚倉藩主になった、庭長重だそうです。この桶焼きは形が優れてたため、残されたと伝わってるみたいです。神社を移動させて城を作るって、驚きだね。思い切ったことをやったという感じがしますね。そんな棚倉城は、亀ヶ城公園になっています。ここは小さい池になっていますが、
棚倉町観光協会のサイトでは、大きい池になっていました。石碑は小さい池なので、小さい池が正しいのかもしれません。でも、ここは大きい池になっています。保土ヶ谷宿でも、家の大小問題があったけど、棚倉城でも同じ問題があるみたいだね。保土ヶ谷は条例で正式に決まってたんですよね。保土ヶ谷宿の動画で詳しく説明してる。この問題はこのくらいにして、棚倉城跡を見ていきましょう。ここに、櫓門という門があったようです。その奥に城の建物があったんだと思いますが、意外と小さい城だったのかもしれません。想像してたより、広くないね。櫓門跡を過ぎて、すぐ左にある階段を登ってみます。この高くなってるところは、土塁で、ぐるっと一周あります。土塁は、敵の侵入を防ぐために、堤防のような形に土を盛り上げて作ったものです。上から櫓門跡を見てみると、土塁の間に門があるという構造のようです。城が軍事施設だということがわかる気がします。そして、ここには常夜灯がありました。上は古そうなので、下だけ直したのでしょうか。その後ろに見えるのが堀です。この場所に常夜灯がある意味は、何かあったのでしょうか？解説とかがあってくれたらいいのにね。下にベンチがあるのも気になります。17時までに時の鐘に戻る必要があるので、どこから行けばいいか確かめられないのが残念です。次は、城の建物があったと思われるところに行きます。この辺が中心。櫓門跡のところが通れるようになってて、あとはぐるっと一周、囲まれてる構造になっています。その向こう側に堀があります。門以外から攻め込むのが難しくなってるように思えます。門の守りを固めれば、比較的防衛しやすいってことかな。そうなのかもしれません。詳しくはわかりませんが、棚倉城は自然の防壁が少ないような気がします。地形を利用したっていうより、地形を作ったって感じがするよね。調べたところ、この中に入る道は2つあるみたいです。完全に見落としていましたが、さっきの映像のこの辺です。2つの出入り口は、2門を完備したマス型だそうです。マス型は、川越街道で出てきた、鍵の手と同じ構造みたいです。だから、先が見通せなくて、行き止まりに見えたってことだね。そういうことです。気になる雰囲気はありましたが、時間の関係で奥まで行かなかったのが失敗でした。門の中のここが本丸で、御殿が立っていたそうです。いくつかある大きな石は、御殿の名残でしょうか。庭園になってたところっぽい感じもあるよね。ここに大木があったのか、太い柱があったのかわかりませんが、気になるものも残っています。やっぱり解説とかがあってくれるといいのにね。ちなみに、別名の亀ヶ城は、堀に住んでる大亀が姿を見せると、殿様が天保になるという言い伝えによるものだそうです。天保は、幕府の命令で大名の領地を移すこと。松平康秀も、棚倉藩から川越藩に天保になったってことだね。言い伝えが正しければ、その時も大亀が姿を見せたんでしょうね。堀を外側から見てみると、石垣が見当たりません。棚倉城は、二の丸の一部以外に石垣はほとんどなく、土塁と二重の堀で構成されているそうです。日本の城イコール石垣ってイメージだから、違和感があるね。17時になるので、時の鐘まで戻ってきました。あと1分くらいあると思ったら、鐘が鳴りました。鐘が揺れてるので、完全になっています。もう一回くらい鳴ってくれないかな。予備動作なしで、鐘をつきました。これで今回の目的は達成です。川越の時の鐘を12時に聞いてから、棚倉の時の鐘を17時に聞く。旅行としては、変なことをやってるけど、たまにはこういうのもいいね。実は、この近くに棚倉町道路原標があります。そこにも行ってみたいと思っていましたが、バスの時間に間に合わなそうなので、諦めることにします。あのバス専用道路をまた通りたいから、その時に道路原標を見に行ってもいいかもね。その時は、バスの一番前の席に座りましょう。今回の深掘り旅、時の鐘から時の鐘は、これで終わりです。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、
高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。